皆さんこんにちは。めっちゃ今更のこと言うけど、みんな映画国宝見ました？僕ね、なんかね、めちゃくちゃメガヒットしてる作品とかをね、その場ですぐ見に行かない性質があって、ただあまりにも話題になってるから公開後、半年経ってやっと見に行きました。いや、めちゃくちゃ面白かったです。演技もすごかったし、音楽とかサントラめちゃくちゃいいから見終わった後も聞いちゃったりして、そのことをね、サロンのライブで話してたら、なんかね、リスナーさんから、いや、なんかさ、国宝イルミナティの映画だよって、どういうこと？そうなの？確かに思い返すと面白いつながりがあったりするんですけど、ただもちろんこれをイルミナティの映画だと言ってるわけじゃなくて、悪の組織とか悪い映画ですよっていうわけじゃないですよ、もちろん。まあいや、とりあえず話していくとネタバレにはならないと思うんですけど、そもそもこれね、公開日2025年6月6日なんですよ。はー、しかもね、2025年全部足すと9になるんですよ。9をひっくり返すと6になる。666パオ、まだまだありますよ。主人公の菊王は入れ墨を背中に入れてるんですね。その入れ墨皆さん思い返してください。ミミズクのフクロウなんですよ。もう頭に陰謀が入ってる人ならわかりますよね、これ。イルミナティのシンボルはフクロウ。アメリカの公開議事堂もフクロウ。日本の公開議事堂もフクロウ。1ドル札にも描かれていて、六本木ヒルズのタワーもフクロウだからなんだって話だけど。まあイルミナティはフクロウをシンボルとしていろんなところに配置してるんですね。まだまだあるんですよ。映画を見た人ならわかると思うんですけど、売れるために悪魔との契約するシーンが明確にありますよね。まあこれはいわゆるアーティストたちが売れるために悪魔と契約して、まあ何かを失う代わりに富を得るっていう、まあ昔からの都市伝説がありますよね。27クラブって言ってね、悪魔との契約をしたら爆発的にヒットするけど27歳で死ぬというやつも露骨にその演出が描かれています。しかもまだまだあります。エンドロール良かったですね。主題歌良かったですよね。キングヌーの井口悟さんなんですけど、曲名がルミナンス。意味は輝度、光の強さ、明るさ。イルミナティの意味、皆さん光に照らされたものですよ。堕天使ルシファーの意味も光をもたらすものなので、もう完全にこれリンクしちゃってますよね。まあこれがね、頭なのか、あるいはわざとやってたとしたら、これはもう粋な演出ですよね。ある種そのちょっと悪魔との契約が裏テーマととして、あるいはそういった映画なんですか。まあないとは思うけど、ちょっとこういったね、面白い解釈もできたりしますよね。いや皆さん、2025年がさ、激動の年、なんか大転換とか言ってたけど、全くそんなことはなく、むしろ停滞してた年で、2026年がもしかしたら全てが動き出す年かもしれないです。今日この動画を見れば、ある程度世界の構図どうなっているのか、その裏と表が見えるかと思います。今日語ることは、世界は誰に支配されているのか、表に出ない本当の権力地図、テクノロジーエリートたちが目指す世界、グリーンランドの隠された秘密、次のターゲットは宇宙。今の世界大きくね、大国で分けるとアメリカと中国って言えますよね。なぜそう言えるのか。実はこの2大国だけ世界の GDP の4割を占めていて、世界の軍事費の半分近くがこの2カ国が費やしているんです。この2つの国が戦争したら間違いなく地球は火星状態になる。そしてこれら国の傘下にいるのが、アメリカと良好な関係を結ぶ国々、逆に反米的な立ち位置で集まる中国陣営、そして両国とうまく取引する国々、このように各国が資源とかお金、軍事力のバランスを保ちながら自分たちの利益になるような取引をしているんですけど、ただ注目すべき国があって、そう、中国、ロシア、イラン、北朝鮮の4カ国。アメリカではこの4カ国のことを動乱の枢軸とか混沌の四重奏なんて呼んだりしてて、クリンクと訳されることもあります。おしゃれかよ。この4カ国、超ざっくり一言で表すともうめっちゃ偏見でいきますね。中国、台湾は絶対に手に入れる。そして国民もデータも全て掌握する。と目論むデジタル管理絶対王者、ロシア、かつての帝国の栄光を力ずくで取り戻す。冷戦時代の夢を追い続ける武闘派、イラン、石油と巧妙な戦略を武器に中東のトップを狙う冷静沈着な作詞、北朝鮮、ミサイル坊ちゃん、国際社会のかまってちゃんってな感じですよね。ただこの4カ国、10年前はね、そこまで結束してなかったんですよ。ただある出来事が起きてから、彼らはね、その共通の敵に追い詰められて結束するようになったんです。それがロシアのウクライナ侵攻とアメリカによる徹底的な制裁です。追い込まれたロシアは武器もお金も足りない。そこで立ち上がったのがこのクリンクの仲間たちでした。北朝鮮はロシアに数百万発もの砲弾を流し、見返りにミサイルの最新技術と食料をゲットしている。イランは自爆ドローンを送り込み、代わりにロシアから最新鋭の戦闘機を引き出している。そしてこのリーダー的存在なのが中国。中国はこれは民生用ですよなんて顔をして、裏では軍事に転用できるハイテク部品をロシアに送り、石油を爆買いして資金源を支えている。ロシアはその代わりとして潜水艦技術やミサイル防衛システムの革新部分を中国に差し出しているんです。これはただ結束するためにやってるわけじゃなく、アメリカが作り出したこのドルの世界、そしてこの制裁の網から完全に抜け出し、彼らだけのもう一つの世界を作ろうとしているんです。さらに恐ろしいのはこの動きが感染していることで、ベネズエラ、シリア、ベラルーシ、同じ志を持つ国々が次々と数軸に合流し始めています。もしこの巨大なグループがアメリカ主導の秩序を上回る力を手にした時
時人類の歴史は一気に別のシナリオへ突。Hands up! You're surrounded! No! Get back! Run! Look out! No! これは全てただの茶番かも。このトランプの2025年12月の発言でわかります。アメリカが世界秩序を支えてきた時代は終わった。そして今年に入って前回の動画でもちょろっと話したベネズエラのあの作戦皆さんが思っているよりこの世界を大きく変えてしまったのかもしれないです。キーとなるポイントはやはり6時間前にマデュロ大統領が中国大使と会談していたこと。なぜかというと中国はアメリカのベネズエラ作戦のことを全く知らなかったということなんですよ。ここが大きいんです。敵国の行動を把握していなかった。大したことないこと言ってるように見えてこれ実は結構致命的でもう相手にもされてないんですよ。この作戦でアメリカは見事中国を南米から追い出しアメリカ大陸をアメリカが管理するというモンロー主義を実行しています。そしてこちらはねあえて都市伝説的に言わせてもらいますけどそのベネズエラで行った作戦ベネズエラのセキュリティはこう発言しているんですね。ヘリコプターが8機ほど到着しその機体から降りてきた兵士たちは非常に強烈な音波のようなものを発射しそれを浴びた者は頭の中が爆発するような痛みを感じ鼻血や血を吐く者も出て動けなくなった。この証言が基地の軍事技術を超えた超人的能力を示唆しているっていうんです。とりあえずアメリカの軍事力はとんでもなくてこのロシア中国も歯が立たないっていうかもう相手にもされてないですよね実は。そもそもベネズエラの軍事技術は中国産でそれらがほとんど機能しなかったというのもあるので、それ系で言うとその僕たちの私生活この生活品って全部その軍事技術が先に進んでって僕たちに降りてくるなんて話ありますよね。皆さんこれ知ってます？実は今から20年以上前にアメリカ国防高等研究計画家が DARPA がある極秘プロジェクトライフログを始動させようとしていたんですね。この計画の目的は個人の行動会話購入履歴さらには生体反応に至るまであらゆる人生のその人の人生のログを一つのデータベースに統合しその人のデジタルコピーを構築することだったんです。ただもちろんこれプライバシーの侵害だって言ってみんな抗議しまくって結局このプロジェクトは中止に終わって、それが2004年の2月4日だったんです。しかしここからが面白いところそのねプロジェクトが中止されたその日になんとハーバード大学である学生が一つのウェブサイトを立ち上げました。そうマーク・ザッカーバーグによる The Facebook です。つまりライフログは中止されたわけではなくこれね政府が指導すると反発を買うので若者が作ったイケてるツールという仮面をかぶせて民間へアウトソーシングしたと言われているんです。実際 Facebook の初期投資家には CIA の資金源とされるインキューテルにつながる人物が名を連ねており軍が喉から手が出るほど欲しかった全人類の自発的な個人情報は今や僕たちのスマホの中で完成しています。話を戻すとアメリカはそもそもこの世界の土俵からちょっと突き抜けてて、そもそも同じ場にはいない。彼らエリートたちが目指している先はどこなのか。そこで今世界で起きていることも繋がってくるんです。なぜトランプはあの寒い島が欲しいのか。表向きの理由は中国は近年グリーンランドに対して空港建設やインフラ投資レアアース開発といった形で経済的に接近しててロシアも北極圏において軍事基地の再建や原子力噴水船の配備を進め北極を戦略ルートとする可能性があって、トランプからしたら両方阻止しないといけないと。簡単に言うとベネズエラと同じ流れですよね。また決定的なのが資源。グリーンランドにはレアアース、ウラン、未開発の鉱山資源が眠ってて氷が溶ければ北極海航路が開かれる。各国は未来のねこの覇権を左右する場所としてグリーンランドへの影響が欲しいわけで、ただそれだけじゃないかもしれない。これはあまり語られていないんですけど裏で進められているのがフリーダムシティーズ。トランプが打ち出した連邦政府の規制や既存の枠組みから切り離した実験的な戦略的な新都市構想。説明だけ聞いてもやばそう。ここで出てくるのがプラクシス。プラクシスは国家や民主主義は非効率であり既存のルールでは新しい思想が生まれづらいという思想から国を変えるんじゃなくて国の外に新しい都市デジタルネイティブな国家を作ろうという企業なんです。簡単に言うともう国この民主主義ってもう成り立ってないよねっていう。みんなアホだから民主主義でやっちゃうとアホな国になっちゃうってなるともう企業みたいにしちゃおうという社長 CEO がいてそのトップダウン CEO が目指すところをみんながついていくみたいな形にしていきましょうっていうエリートたちの思想。このプラクシスの大口出資者の一人がピーター・ティール。ピーター・ティールといえばねペーパルの共同創業者で Facebook の初期投資家軍事と AI データを扱うパランティアの創業者間違いなく世界を作っている一人なんです。彼は今のトランプ政権の立役者で副大統領の JD バンスに対して数千万ドル規模の支援をしたことでも知られてて、なので実質今のこのトランプ政権を作り上げた人物
と言っても過言じゃないですね。そうなるとこのトランプ政権はピーター・ティールの失踪を受け継いでいるんです。プラクシスのウェブサイトには西側を再び一つにという言葉がかけられているんです。まさにアメリカ大陸を管理したいというモンロー主義と一致。プラクシスは世界初のデジタル国家。私たちの目的は西洋文化を再興し、人類の究極の運命である星々の間で生きる未来を目指すことです。まあこの世界征服をしたがっている人のセリフ、プラクシスの内側についてマザー・ジョーンズというアメリカの調査報道メディアが取材をしてて、その記事によると元従業員2人の証言として、ブラウンは、これブラウンというのはプラクシスの商業者の人たちです。スタッフに対しユリウス・エボラの著作を読むように進めていたと報じてて、エボラといえばファシズム思想を持つイタリア人の思想家で、オカルティズムの研究者でもあって、かつてはナチス親衛隊の一部門とも関わっていた人物なんです。ブラウンはしばしばベルカーブを好意的に引用していたというんです。ベルカーブは黒人は白人よりも知的に劣っていると主張していることでも悪名高い書籍で、人類差別的だと強い批判を受けてきました。なのでこの思想のもと理想郷が作られたら誰が価値のある存在とみなされるのか、そしてその候補地の一つとされているのがグリーンランド。ブラウンは去年グリーンランドを訪れていて、グリーンランドを候補地と主張する理由の一つに、その過酷な環境が火星植民のための実験場になりうるからだと言っているんです。これはイーロン・マスクが掲げる火星移住の野望に合わせて2023年11月に X に火星出発する前に地球上でターミナスのプロトタイプを作らなければならない。私はその場所をグリーンランドだと信じているとイーロン・マスクに対して投稿しているんですね。またグリーンランドは寒い地域なので、今の時代に必要な AI データセンターを作るにも最適な場所なんです。そしてトランプ、彼は今は大統領ですけど、もしこの大統領の任期を終えたら、彼ね今ねすごい刑事案件いっぱい抱えてるんですよ。もしかして彼もう自分の逃げ場を作ってるのかもしれないっていうね、このグリーンランドのに。まだまだ終わりません。最後に注目しなきゃいけない場所がサウジアラビア。皆さんここはアンテナ張っといた方がいいですよ。イーロン・マスク率いるスペース X は現在1万機弱に迫る勢いでスターリンク衛星を空に飛ばしています。これは単なるネットをつなぐための機械だと思っていたら大間違い。実はこれら1万機の衛星は最新のレーザーリンク技術によって宇宙空間で網の目のようにつながり合っています。つまり地上局が一切必要ない砂漠のど真ん中とか絶海の孤高、さらにはね北極点ですら宇宙経由で爆速ネットにつながるんです。地球全体を目には見えない光の檻で包み込んでいる。そして2026年現在ついに本命であるスターリンク V3 の打ち上げが本格化します。その V3 何がやばいって、ただただ通信速度を上げるだけじゃないんですよ。イーロンの真の狙いはこの数千数万という衛星そのものを宇宙に浮かぶ巨大な AI データセンターに変えることなんです。想像してみてください。地上のデータセンターは膨大な土地が必要だし、熱を持ちすぎるから冷却に大量の水も使えます。何より電力網がパンクするほど電気を食うんですね。だからさっきのグリーンランドみたいなところが必要になってくる。でも宇宙ならどうなのか。空気がない真空の状態は熱を逃すのに適しているし、何より24時間365日雲に遮られることなく太陽光を直接浴びることができる。つまり宇宙空間でエネルギーを 100% 自給自足しながら AI が自動的に活動し続ける。そんな地上から切り離された神の脳を空に作ろうとしているんです。ここで点と点がつながります。そのイーロンの活動を支えているのがサウジアラビア。サウジは今石油の時代が終わることを見越してエンタメや AI に全財産をつぎ込んでいるんで、サウジアラビアビジョン2030。エンターテインメントでいうと東映アニメーションと連携してドラゴンボールテーマパークを作ったり、日本のアニメ制作会社と共同でアラビア半島の歴史のアニメを作ったり、ネオムは持続可能な未来都市の制作にも取り掛かっていますよね。実は2025年年末から2026年にかけてイーロンの AI 会社 XAI とサウジアラビアは国際規模の巨大データセンターをサウジ国内に建設することが決定していて、地上はサウジアラビアが、宇宙はイーロン・マスクが。2026年スターリンク V3 が空を埋め尽くした時に、人類はついに自分たちよりも賢い存在を空の向こう側に完成させてしまうかもしれないんです。もちろんこれだけでは終わらない。 AI のねそのデータセンターを作る理由は地上でロボットを稼働させるためです。みんな本当にこれ SF じゃないですからね。人間の代わりにロボットが稼働するのは10年20年先じゃないです。3から5年で実現させるとイーロンははっきり言ってます。 With AI and robotics, you can actually increase the global economy by a factor of 10 or maybe 100. There's not like an obvious limit. Like Optimus is kind of like an infinite money glitch, and maybe there won't even be money in the future, or money, but it might be measured in terms of wattage, like how much power can you bring to bear from an electrical standpoint.
お金の概念も変わりユニバーサルベーシックインカムの世界がやってくるというんです。これはね表に出している話なのでもうそうしていきますよっていうことなんだけど、僕の知り合いにもね世界を作っているテックエリートたちと繋がっている人がいて、実際に裏でもこういった話をやっぱするらしいんですよ。ロマン的にだけじゃなくて結構ガチで実際にこの世界が向かっている先です。さて皆さんは今をどう生きるか。いや難しすぎる。今の20代とか10代後半10代前半のぐらいの子たち何して生きていけばいいの、学校大学行っていいのみたいな、勉強する必要あんのみたいなことになってきちゃいますよね。もうごめんその辺は分からない。皆さんおのおの自分たちで話してくれ。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。